アクチュエーターでワーク同士を結合する方法について説明します。本動画は、アクチュエーターでワークを搬送する Python スクリプトの続きから設定します。ワークを搬送する Python スクリプトの設定が完了しているファイル、アクチュエーター後_after.vcmx が必要です。茶色の箱をワーク B。箱の下にある黄色のブロックとセンサーモデルをテーブル C とします。センサーで検出したワーク B のコンテナにワーク A を格納することでワーク同士を結合します。テーブル C をアクチュエーターとは別のコンポーネントに分けます。コントロールキーを押した状態でテーブル C のジオメトリーをすべて選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出からコンポーネントを抽出を選択します。名前をテーブル C に変更します。同様にワーク B を別のコンポーネントに分けます。名前をワーク B に変更します。ワーク A とワーク B を結合するため、ワーク B にコンテナを設定します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、マテリアルフローからコンポーネントコンテナを選択します。ワーク B を検出するセンサーの位置を設定します。センサーモデルを見やすくするため、ワーク B を一旦非表示にします。コンポーネントグラフウィンドウのワーク B を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの表示からチェックを外すことで、コンポーネントを非表示にすることができます。テーブル C をダブルクリックして、コンポーネントを選択します。ジオメトリーグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。フレームをセンサーモデルの位置に移動します。ツールグループからスナップを選択し、センサーモデルの円形部品の中心をクリックします。非表示にしたワーク B を再び表示します。ホームタブをクリックします。セルグラフウィンドウでワーク B の目玉アイコンをクリックすることでコンポーネントを表示することができます。ワーク B を検出するためセンサーを追加します。テーブル C を選択し、モデリングタブをクリックします。動作設定グループのビヘイビアを展開し、センサーからレイキャストを選択します。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームをクリックし、フレームを選択します。表示する光線の長さとワーク B を検出する範囲を設定します。最大範囲と検出式位置を30に変更します。センサーで検出したワーク B の情報を格納するため、シグナルを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。コンポーネントグラフウィンドウでレイキャストセンサーを選択します。プロパティウィンドウのコンポーネントシグナルでコンポーネントシグナルを選択します。ブールシグナルはコンポーネントを検出しているかをシグナルのオンオフで通知することができます。テーブル C にワークがあるか確認するためワークの検出を通知するシグナルを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。本動画ではブーリアンシグナルの状態を判別し、使用することはありません。PLC と連携し、ラダー回路でアクチュエーターの動作を制御するときに使用するため、参考としてブーリアンシグナルを追加しています。コンポーネントグラフウィンドウでレイキャストセンサーを選択します。プロパティウィンドウのブールシグナルでブーリアンシグナルを選択します。コンポーネントを検出したとき、ブーリアンシグナルがオンに、検出していないとき、ブーリアンシグナルがオフになります。アクチュエーターの動作するタイミングを指示するシグナルを追加します。アクチュエーターを選択し、コンポーネントグラフウィンドウのアクチュエーターを選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルから
ブール型を選択します。名前をポジション C に変更します。ポジション C がオンの時、リンクアンダーライン1はテーブル C の位置に移動します。Python スクリプトには、シグナルをトリガーとして使用するため、トリガーコンディションと記述されています。ポジション C をトリガーとして使用するため、ポジション C と Python スクリプトを接続します。プロパティウィンドウの接続で Python スクリプトを選択します。アクチュエーターの動作完了を通知するため、プロパティを追加します。プロパティグループのプロパティを展開し、ベーシックからブール型を選択します。名前を XQ に変更します。XQ はポジション C の動作が完了したとき、オンになります。動作を追加するため、Python スクリプトを編集します。リンクアンダーライン1をテーブル C の位置に移動するため、コンポーネントグラフウィンドウで Python スクリプトを開きます。変数を定義します。追加したシグナルを参照するため、POSC =comp.findBehavior position.c と記述します。追加したプロパティを参照するため、XQA =comp.getProperty XQ と記述します。追加したプロパティの初期値を設定します。シミュレーション開始時、リンクアンダーライン1はテーブル A の位置にあるため、XQA をフォルスに設定します。トリガーコンディションで、トリガーとして使用するシグナルに POSC を追加するため、OR getTrigger =POSC と記述します。POSA が True の場合、リンクアンダーライン1はテーブル C の位置にないため、XQA.value =false と記述し、XQ をオフにします。POSB が True の場合も同様に、XQA.value =false と記述します。POSC が True の場合、リンクアンダーライン1をテーブル C の位置に移動します。X1A.value =false と記述し、リンクアンダーライン1がテーブル A の位置にあることを示す X1 をオフにします。X2A.value =false と記述し、リンクアンダーライン1がテーブル B の位置にあることを示す X2 をオフにします。リンクアンダーライン1をテーブル C の位置に移動するため、servo.moveJoint 0,1657と記述します。XQA.value =true と記述し、リンクアンダーライン1がテーブル C の位置に移動完了したことを示します。コンパイルをクリックします。ワーク A を置く高さを変更するため、コンポーネントグラフウィンドウで Python スクリプトアンダーライン2を開きます。servo.moveJoint 0,225 servo.moveJoint 0,220に変更します。コンパイルをクリックします。リンクアンダーライン1がテーブル C の位置まで移動した場合、ワーク A とワーク B を結合するため、Python スクリプトアンダーライン4を編集します。コンポーネントグラフウィンドウで Python スクリプトアンダーライン4を開きます。変数を定義します。追加したプロパティを参照するため、XQA =comp.getProperty XQ と記述します。ワーク B の情報を取得するため、センサーが設定されているテーブル C を参照する必要があります。ジェミニのアプリケーションには、すでにアクセスしているため、参照するコンポーネントを指定します。テーブル C を参照するため、テーブル C =app.findComponent テーブル C と記述します。ワーク B の情報を取得するため、センサーで検出したコンポーネントを格納するシグナルを参照します。シグナルに=TableC.findBehavior コンポーネントシグナルと記述します。ハンドを開くとき、ワーク A の定義後、ワーク同士を結合する記述を追加します。XQA が True の場合、ワーク A をワーク B のコンテナに格納します。テーブル C のセンサーで検出したコンポーネントをワーク B として定義するため、ワーク B
イコールシグナルにドットバリューと記述します。ワーク B のビヘイビアを参照するため、コント3イコールワーク B.find ビヘイビアと記述します。参照するビヘイビアの名前は、コンポーネントコンテナです。ワーク B のコンテナにワーク A を格納するため、コント3.grab、ワーク A と記述します。ハンドを開くため、servo.moveJoint、0,0と記述します。x7a.value イコール true と記述し、ハンドが開いたことを示します。x9a が true ではない場合、ワーク A をテーブル B のコンテナに格納します。コント 2.grab、ワーク A から x7a.value イコール true までの3行を選択します。タブキーを押し、インデントを1つ下げます。コンパイルをクリックします。シミュレーションを実行します。接続グループのシグナルをクリックし、アクチュエーターを選択することで、シグナルエディターを表示します。ダウン、クローズの順にクリックすることで、ワーク A をつかみます。ダウン、アップの順にクリックすることで、ワークを持ち上げます。ポジション C をクリックすることで、テーブル C の位置まで移動します。アップ、ダウンの順にクリックすることで、ワーク A を置く高さまで移動します。クローズ、オープンの順にクリックすることで、ハンドを開き、ワーク A を離します。ダウン、アップの順にクリックします。シミュレーション中にワーク同士を結合することで、ワーク A とワーク B を一緒に操作することができます。接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを非表示にします。ワーク B をダブルクリックして、コンポーネントを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウの表示からチェックを外します。表示のチェックを外したワーク B だけでなく、ワーク B のコンテナ内にあるワーク A も一緒に非表示になったことがわかります。コンポーネントプロパティウィンドウの表示にチェックをつけ、ワーク A とワーク B を表示します。接続グループのシグナルをクリックし、シグナルエディターを表示します。シグナルをすべてオフにします。ダウン、クローズ、ダウン、アップの順にクリックするとワーク A のみ持ち上げます。アクチュエーターのセンサーがワーク A を検出しているため、ワーク A のみ掴むことができます。アクチュエーターでワーク同士を結合する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。